素人っぽく見えてしまう描き方。まず一つ目は、服に厚みがないです。首から肩にかけて体のラインと服のラインがほとんど一緒になってしまってますよね。リアルに考えたら肩を越えて背中側に向かって繋がっているわけですよね。胸の膨らみに合わせてこんな感じで簡単にシワの線を入れてあげるだけでも胸が出っ張っているなということを表現できるんですよね。服の袖の部分はこの円柱にぐるっと巻きついている線、いわゆるラッピングラインに合わせて描く必要があるんですよね。ほんの少し段差や回り込みを意識して描いただけなんですけど、パッと見の印象が結構違って見えるのではないでしょうか。ということで、続いては斜め後ろから見た場合を見ていきたいと思います。今回もこちら、動きとシワがよくわかる衣服の描き方図鑑の152ページ、セーラー服の描き方を参考に解説していきたいと思います。前回同様、最初に初心者の人がついやってしまう素人っぽく見えてしまう描き方で描いていきますので、どこが素人っぽく見える原因になっているのか、4つのポイントを映像から探してみてください。はい、こんな感じに仕上がりましたね。いかがでしょうか？こちらも一見それなりに描けているので、このままでも良さそうなんですけど、直すともっと良くなるポイントが4つあるんですよね。前回は正面から見た時で解説しましたが、今回は斜め後ろから見た時ということで解説していきたいと思います。絵が素人っぽく見えてしまう描き方、まず1つ目は、服に厚みがないということですね。こちら、首から肩にかけての体のラインと服の線がほとんど一緒になってしまっていますね。これだと服に厚みがなくて、絵が平面的に見えてしまって、素人っぽく見える原因となってしまうんですよね。服の布が重なる袖の部分も段差がないので全部繋がっているように見えちゃいますよね。続いて、絵が素人っぽく見えてしまう描き方の2つ目は、奥に向かって回り込みがないということです。襟の部分はリアルに考えたら肩を越えて前側に向かって繋がっているわけですよね。でもこの絵の場合、線が直線になってしまっていて、胸側に回り込んでいる感じが表現できてないんですよね。これも絵に立体感が出ずに素人っぽく見えてしまう原因になってしまいます。続いて絵が素人っぽく見えてしまう描き方の3つ目は、服にシワがないということです。こちらの絵を見ていただければわかると思うんですけど、服に全くシワが描かれていませんよね。シワの線の描き込みは絵のディテールアップ以外にも実は体の凹凸や立体感を表現するとても大切な役割があるということを前回の動画でお話ししました。子供向けの作品やデフォルメの効いたキャラクターなど作品によってはシワがないものもたくさんあるので全然ありなんですけど、この絵のような感じの場合シワが全く描かれていないと絵が平面的に見えてしまって素人っぽく見える原因の一つになってしまいます。そして絵が素人っぽく見えてしまう描き方の最後4つ目は、袖、裾が直線で描かれているということです。この絵だと袖の部分のここの線、もしくは裾のここの線がまっすぐ描かれてしまっているんですけど、これも絵が素人っぽく見える原因なんですよね。例えばこの袖の部分ですが、人間の腕を単純な形に置き換えて考えた場合、こんな感じの円柱になると思うんですけど、服の袖や裾の部分に関しては体のラッピングラインに合わせて描く必要があるということを前回の動画でお話ししました。ラッピングラインを意識せずに直線的に描いてしまうとどうしても絵が平面的になって素人っぽさが出てしまいます。ということで絵が素人っぽく見えてしまう4つのポイントについてざっとおさらいしてみましたが、今回は斜め後ろから見た時にじゃあどう直せばいいのかということを実際にやってみたいと思います。まずは襟の部分ですが、直線的に描かれてしまっていますので、首の立体、肩の立体に合わせてこんな感じで布の厚みと回り込みを意識して描いていきます。袖の部分はちょっとしたシワを入れてあげるだけでも布感が出ると思います。あとは布の重なる部分と腕のラッピングラインを意識して向こう側に回り込むように袖の部分を描いてあげるとそれっぽくなると思います。体の部分ですが、
現状全くシワが描かれていないんですけど、体の曲がる部分、この場合はウエストの部分にシワを描き足してあげて、裾の部分も直線的に描かれていますので、体の立体に沿うように直していきます。袖のラインも腕の立体に合わせて描いていきます。リアルな写真を見ると、物によってはここまで強いカーブにはなっていないかもしれませんが、今回はわかりやすくするために少しオーバーめにカーブさせて描いています。あとは襟のラインですね。体の正面から回り込んでいるという意識で、肩の立体に合わせて直線的にならないように描いていきます。ということで、こんな感じに描き上がりました。最初の絵と比べてみるとこんな感じ。最初に描いた方はパッと見の印象としてどこか素人っぽさがあるように見えますよね。ちょっとした描き方の違いなんですけど、絵をうまく見せるためには欠かせない非常に重要な描き方となりますので、ついやってしまっていたという方はぜひ参考にしてみてください。ということで、ここまで絵が素人っぽく見える原因トップ4についてセーラー服を題材にお話ししてきましたが、描き方を教わってもいざキャラクターイラストに落とし込んで描こうと思った時にどう描けばいいかわからないという方も多いと思いますので、今回お話しした内容を踏まえて実際にセーラー服を着たキャラクターを描いてみたいと思います。今回はセーラー服ということなので、アニメあけびちゃんのセーラー服より福本美希さんを描いてみたいと思います。ということで、まずは素体の部分からですね。今回はセーラー服の部分にフォーカスしたいので、上半身のみのイラストにしようかと思います。ポーズも動きがあるポーズだとシワが結構ややこしくなってしまうので、腕を後ろで組んでいるだけの簡単な立ちポーズで描いていきたいと思います。素体の部分が描けたら次に顔の下描きをしていきます。顔を描く時の描き方の順番は人それぞれやり方があると思うんですけど、僕の場合は最初にこんな感じで目から描いていくことが多いですね。顔のパーツの中で目に関しては絵の印象を決める特に大事な部分ですので、最初に目を描いておいて絵の印象を見るようにしています。顔のパーツが描けたら髪の毛を描いていきます。キャラクターの印象を合わせるためには、特にシルエットの部分を下書きの段階でしっかり確認しておかないと、いくらディテールを書き込んでもキャラクターの印象が違うものになってしまうので、そこは気をつけるようにしています。ということで、下書きができましたので、線画を描いていきたいと思います。まずは襟の部分から。最初にお話ししたように、襟の部分が肌と一緒の線にならないように、服の厚みと奥への回り込みを意識して描いていきます。リボンも設定に合わせて描いていきます。アニメのキャラクターによってシワの描き込み具合はかなり変わってくるんですよね。描こうとしているキャラクターの服のシワがどの程度描かれているのか、どんな描き方の癖があるのかをよく見て、なるべく印象を合わせるように描いていきます。体の部分のシワですが、女性のキャラクターの場合、バストトップからシワが放射状に出るように意識して描くとそれっぽく描けると思います。腕の部分も素体に服を着せてあげるように描いていきます。あとはスカートですね。スカートも素体の立体に合わせて布の厚みや回り込みを意識して描いていきます。特にプリーツスカートの場合は縦の線の流れや線と線の間隔を意識すると体の立体感が出しやすいと思います。とはいえスカートを描くのは結構難しいと思いますので、スカートの描き方に関しては機会があればまた別の動画で解説したいと思います。ということで服の部分が完成しましたね。あとは顔の部分ですが、先ほど描いた下書きに合わせて線画を描いていきます。下書きは顔のパーツのバランスや印象を見るために描いているもので、結構ざっくりしている部分がありますので、線画を描くときは改めて全体のバランスや印象が間違っていないかを確認しながら描き進めていきます。顔の線画が描けたら髪の毛を描いていきます。今回は下書きの段階である程度しっかり描いてしまっているので、ほぼほぼ下書きをなぞっていくだけって感じになっていますね。とはいえこちらも下書きのバランスがちゃんと合っているのか確認しながら線画を描いていきます。あとは眉毛を描いてあげれば線画の完成です。ここから色を塗っていくんですが、単調な作業となってしまいますので、早送りで見ていきましょう。
はい、ということで完成しましたね。今回は絵が素人っぽく見える原因トップ4ということで、セーラー服の描き方を題材に解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは他にも絵の描き方に関する動画をたくさん出していますので、よかったらチャンネル登録をして、ぜひ他の動画も合わせてご覧ください。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、またポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは、平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会や、イラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと絵の勉強をしたい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。ライブ配信を切り抜いて見やすくまとめた動画をサブチャンネルで公開中です。イラストメイキングの部分をサクッと見たい方は、ぜひサブチャンネルの方もチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。